ぱ準備体操は大事ですね。何にするにしろ、スポーツするにしろ、ブチっていっちゃいますからね。無理すると。なのでしっかり準備をして、戦う準備をしてからやりましょう。っていうような。どう誰と戦うんですか、システム導入の場合には。自分じゃないですか。自分。己と戦っていただいて。これシステム導入をするときに、やっぱ戦う相手って、ステークホルダーって言い方すると思うんですけど、まずは僕は自社と戦ってほしいなと思ってて、ね、誰がこのシステムを使いたいかとか、誰が一番初めにこれやりたいですって言ったかにもよると思うんですけど、僕は現場がハッピーにならないとシステムで使っちゃいけないと思ってて、このマネージャー層とか、この経営陣がハッピーになるシステムってあんま良くないなと思ってるんですよね。もちろん判断するために必要なことなのかもしれないんですけど、その判断するために現場が苦しんでるんだったら意味なくなってしまうので、仮に現場がやりたいって思ったシステムを導入するときには、上長にこういうことやりたいんです、こういうシステムを入れてください、残任費用がこうですっていうことを言うのではなく、今の現状業務がこうなってて、このシステムを入れたらおそらくこれとこれがこういう風に変わるから入れたいですっていう風な、まず一つ目の業務の整理とか課題の整理っていうのは確実にしてもらいたいなと思ってます。ただその規模が大規模システムの場合には、全社最適化って言ってマーケとかセールスとかいろんな企業、いろんな部署が巻き込むことになるので、一人じゃできないと思うんですよね。そういう時にはクライクにお問い合わせをいただいて、我々と一緒に進めていけたらなと思ってるんですけど、この準備めっちゃ重要ですよね。他に何か気になったことありますか？マンションのくだりがあったじゃないですか。で、私がシステムを作ったりとか要件定義してたりするときにすごく思うのは、その年に1回しか使わないことに対してすごくもうこうなって、この機能はいるっていう人たちが多すぎるっていうのをさっき聞きながら思ってたんですけど、なんか例えないかなと思ってたのが、じゃあ年に1回田植えがありますと、子供たちのイベントで、年に1回泥だらけになる日がある。それってじゃあプライベートだと何するかって言ったらもう洗うじゃないですか。その1回ぐらい手でビャーってイレギュラーで、そのために年1回田植えの洗濯機を買うかって言ったら買わないって当たり前じゃないですか。でもこれがシステムになると、このパターンが年に1回あるからこれを対応してこないといけないみたいなことをおっしゃる人たちが多いので、なんか1回考え方を変えて、プライベートだったらどうするかなとかっていうのをこう整理整頓していくっていう風にすると、なんかもっとシンプルなシステムっていうところにも出来上がるのじゃないかなと思って、